今日はラミのスクリブルのレビューをしていこうと思います。非常に短くて太いのが特徴のシャープペンで、チビデブという愛称で親しまれているこちらのペンなんですけれども、書きやすさは一流だと思っていて、すごくいいペンなので、こちらのペンを少しでも知っていただけたらなと思います。ラミーはドイツのスタイリッシュな筆記具を展開するブランドなんですけれども、ペンが入っていた箱までスタイリッシュになっています。この箱の素材は厚紙みたいな素材ですね。ラミーと書かれているシルバーの部分が箱を留めるボタンみたいな感じになっていまして、最初開けるときはどうやって開ければいいのか困惑するかもしれないですね。いつも机の上にこんな感じで置いています。ペンの名前であるスクリブルっていうのは落書きとか走り書きっていう意味がありまして、こちらのペンは丁寧に一文字一文字書くっていうよりかは、浮かび上がったアイデアを瞬時に紙に書き取るみたいな、そんな場面を想定してデザインされたペンなんじゃないかなと思います。名前の由来からしても普通のペンとはちょっと違った使い道をコンセプトにしているということで、知れば知るほど面白いシャープペンとなっています。最近あんまり使ってあげられていなかったんですけれども、こちらのレビュー動画を作るためにスクリブルでいろいろと書いていたらすごく楽しくなっちゃって、本当に魅力的なペンなので、ぜひこちらのペンをこの動画を通して少しでも知っていただけたらなと思います。まずこちらのペンのお値段ですが、驚きの6000円プラス消費税となっています。ラミーは言わずも知れたドイツの高級筆記具ブランドで、ブランド量がかなり大きな割合を占めているかなと思いますね。こちらのペンの一番の特徴は樽のような形をした短くて太い形状ですね。ペンの中では BMI40 ぐらいの見た目なんじゃないかなと思います。そんなチビデブな形状なのにもかかわらず、スタイリッシュな見た目にできているのがラミーのデザイン力の凄さかなと思います。芸術的なデザインといっても過言ではありません。黒とシルバーの2色のみの配色となっていて、徹底的にシンプルで一切無駄がないデザインとなっています。全長は約12センチ、それから太さは一番太いところで直径13ミリとなっています。これだけ短いペンもなかなかないですし、これだけ太いペンっていうのもなかなかないです。黒い軸は ABS 樹脂でできています。6000円もするペンなのに樹脂でできているのを聞いてびっくりされる方も多いと思うんですけれども、表面にはデコボコとした梨地加工が施されているので、かなり質感は高いかなと思います。あんまり樹脂には見えないですね。取り方によってはパーティングラインがこのように見えるんですけれども、よっぽど明るいところじゃないと目立たないので、自分はそんなに気にするところではないかなと思いますね。シルバーの金具のところはパラジウムのコーティングが施されています。少しゴールドっぽい色になっているので、非常に上品で落ち着いた反射をしてくれます。金具が錆びやすいということなので、保管する場所とかはね、湿気の少ないところとかっていう感じで気をつけていただいた方がいいかなと思います。樹脂のところは爪で引っかいたりして傷を入れてしまうと艶消しの質感ではなくなってしまうと思うので、できる限り傷つけないように使っていくのがいいんじゃないかなと思います。触り心地はサラサラとしていて、すごくいい触り心地です。わずかに表面がデコボコしているので滑り止め効果もありますね。こちらのクリップはスリットがこんな感じで設けられていて、これがあるかないかでデザインがだいぶ違ってくると思います。クリップは傷つけずに取り外しができまして、そういう配慮もされている素晴らしいペンですね。クリップをつけたままだとどんな持ち方をしても必ず当たります。でもクリップをつけた状態でもこんな感じで湾曲しているので、ちょうどへこんだところに手がフィットしてくれます。真相は分かりませんが、そういうところまで配慮されたペンなのかなと思うと、ますますこのペンを好きになってしまいます。こちらのペンは樽なので、ほんの少しの傾斜でも転がってしまいます。クリップをつけた状態でも転がってしまうので、落とさないようにだけは本当に注意していただきたいなと思います。重量は約 30g ですね。樹脂の軸にしてはかなり重く感じるんですけれども、中に金属のパーツが入っているので重くなっています。ノック感は結構柔らかい感じで、押し心地がすごくいいです。かなり短いスライドパイプが搭載されています。ノック部分にはくぼみがあるおかげで、押した時に結構フィットしてくれる感じで、配慮がねされていますね。外していきますと、なんか裏側これ汚いですね。消しゴムとクリーナーピンもこんな感じでついています。新タンクの入り口は樹脂なんですけれども、中がどうなっているのかはこれ以上分解できないと思うのでわからないです。
こちらのペンは 0.7mm のペンシルなんですけれども、他にも 3.15mm の芯ホルダーと油性ボールペンの3種類がラインナップされています。 0.5mm はラインナップされていないですね。重心が低くてペンが短いので、ペンとの一体感がとても感じられます。全長が長いペンだとペンを操っているっていう感じがするんですけれども、こちらのペンは言ってしまえば自分の体の一部のように書くことができますね。かなり書きやすいです。 0.7mm のペンシルにはクッション機能が搭載されていて、紙に当てると少しだけスライドパイプごと沈みます。自分はすぐに芯が引っ込むシャープペンっていうのが嫌いです。でもスクリブルはいい感じに、衝撃を吸収してくれる感じで好きですね。むしろ筆記にいい影響を与えているんじゃないかなと思うほどです。 0.7mm の芯って頑張らないと折れないので、芯を折れなくする目的でクッション機能を搭載しているとは考えにくいんですよね。このペンのクッション機能は書き味を柔らかくするためのものだと思っていて、筆圧をかけずにサラサラと書くためにあるんじゃないかなと思います。このクッション機能をうまく使えば、わずかな筆圧の変化で線の濃淡をうまく表現することができるかなと思っていて、素早く楽に書くための手助けをしてくれているんじゃないかなと思います。あくまでも持論なんですけれどもね。普通の勉強をするっていう用途っていうよりかは、アイデアを思い起こしてみたり絵を描いたりするクリエイティブな場面に、向いたペンかなと思います。自分は野原工芸のペンみたいにしっかりとした書き味のシャーペンが本当に好きなんですけれども、スクリブルのしっかりとした書き味もありつつ、ちょっと柔らかい感じの独特な書き味も本当に好きなんですよね。このスクリブルは書いていて本当に心地がいいです。スライドパイプは短いんですけれども、口金がシュッと細くなっているので視界は全然悪くないですね。結構いい部類に入るんじゃないかなと思います。いつもシャーペンで書くときはペンを立てて書いているんですけれども、スクリブルは万年筆みたいにペンを寝かせつつ筆圧を抑えて書いた方がスクリブルの良さがより発揮されるんじゃないかなと思います。こちらのスクリブルは、一応シャーペンなんですけれども、自分の中ではシャーペンとはまた少し違ったジャンルのペンという位置づけで考えております。クリップが当たってしまうという方は、完全タルモードにしてストレスなく書いていきましょう。書きやすさについてはもう本当に何も言うことないですね。素晴らしいです。ただちょっと気になる点が2点ほどあるので紹介をしていこうと思います。まず品質ですね。結構壊れやすいです。自分も書いていた時にいきなりガタつきが大きくなって、多分中のパーツが壊れちゃっているんですよね。壊れていない時もガタつきが少しあったので、今はセロハンでこんな感じで補強をしております。そうすることで書き味が大幅に良くなりましたし、壊れたっていうのもね、全く気にならなくなりました。あともう一つ気になる点っていうのが、やっぱり転がりやすいっていうところですね。一応樽なので、クリップをしていても転がってしまいます。品質が高いわけじゃないので、強度が弱いと思うので、本当に落とさないようにだけは注意していただきたいなと思います。値段は6000円プラス消費税ですね。なかなか高いんですけれども、 Amazon だと3000円とか4000円ぐらいで買えます。クリップには平らなところがあるんですけれども、軸の方も同じように平らになっています。なのでクリップをつけた時に回転しないような工夫がされていますね。では最後に5つ星評価をしていこうと思います。書きやすさは星5つです。文句なしの書きやすさですね。続いて持ちやすさも星5つです。ペンとの一体感が感じられたり、あと滑りにくいという理由から持つ分には何もストレスがないということで星5つとさせていただきました。続いて書き味は星4つですね。しっかりとした書き味を残しつつ柔らかさを残した面白い書き味となっています。結構自分は好きな書き味となっています。続いてペン先の視界は星4つですね。製図用のシャーペンほど視界がいいっていうわけじゃないんですけれども、自分としては十分な視界かなと思います。絵を描く分には何不自由なく使えますね。続いてデザインは星5つですね。見た目の良さはもちろんなんですけれども、使いやすいような配慮もいろんなところにされていて、そういうところも非常に評価ができるということで星5つとさせていただきました。続いてコスパなんですけれども、これは星1つです。6000円の品質ではないですね。ちょっとブランド量で結構持っていかれてるといった感じです。続いて品質は星2つですね。
まだ1本しかスクリブルは持っていないのであまり言えないんですけれども、金具が錆びやすかったり壊れやすかったりするので、一生もののペンとして使っていくにはちょっと無理があるかなと思います。最後に総合評価をしていきますと、自分は星5つかなと思います。ラミの製品を買う上で品質っていうのはあんまり期待しない方がいいですし、自分は今のところ何とかなっております。人によって満足度合いは変わると思うんですけれども、かなりかっこよくてすごく書きやすいペンなので、 Amazon で3000円とか4000円なら自分なら出す価値はあるかなと思いますね。ということで今日はラミのスクリブルの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。